皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの戦術的解説をお届けします。この動画のテーマは大型アップデートで新たに追加されたチームスタイル、オーバーロードです。オーバーロードは攻撃時には狭いエリアに選手を集めて数的優位を作り、守備時には高い位置から積極的にプレスをかける、いわばポゼッションの進化系とも言えるチームスタイルです。ただ実際に使ってみるとポゼッションよりもはるかに難易度が高く、選手の動きも複雑です。単純にポゼッションと同じ感覚で使ってもなかなか安定して勝つことができません。そこでこの動画ではまずポゼッションとオーバーロードの違いを明確にした上で、オーバーロードで安定して勝つためのスカットとその戦い方について解説していきます。他のチームスタイルにも活かせる内容になっているので、ぜひ最後までご視聴ください。ではまず最初にオーバーロードの特徴について解説していきます。このチームスタイルを一言で表すなら秩序と混沌の共存です。ではまず攻撃面から見ていきます。ボール保持の基本ともいえるサイドの選手が幅を取り、ピッチを広く使うという点はポゼッションと共通しています。ただしその内側にある構造は異なります。ポゼッションでは選手がある程度規則的にポジショニングしながらピッチ全体を使ってボールを動かしていきます。いわば秩序のある配置によって試合を作るチームスタイルです。一方、オーバーロードも外側ではしっかりと幅を取るため、陣形の外枠には秩序があります。しかし、その内側ではボールを中心に選手が集まり、局所的に密集を作ります。つまり、外側では秩序を保ちながら、その内側ではあえて混沌を作り出す。これがオーバーロードの大きな特徴です。そして守備面ではポゼッションよりもディフェンスラインが高く、ボールを失った後も高い位置から積極的に奪い返そうとする傾向があります。このプレスが機能すれば相手を押し込んだまま攻撃を続けることができます。しかしその分後方には大きなスペースが生まれるため、一度プレスを突破されると一気にピンチになりやすいという脆さもあります。そしてこれらがオーバーロードを使う上で最も難しいポイントです。選手同士の距離が近く、中央では混沌とした配置になるため、ポゼッションと同じ感覚でボールを持とうとすると簡単に相手のプレスにはまってしまいます。そこで焦ってすぐにボールを奪い返そうとすると、今度は高い最終ラインの背後を使われます。こうしてボールを失う、焦ってプレスをかける、ハイラインを突破されるという悪循環が生まれやすくなります。だからこそオーバーロードを使いこなすには混沌の中から秩序を見出すことが必要になります。相手には混沌を見せながら自分だけはその中にある秩序を理解する。この感覚をつかめるかどうかがオーバーロードを使う上で大きなポイントになります。ではここからはより実践的な解説です。まず今回使用するスカットを解説していきます。今回使用するスカットはこちらです。フォーメーションは3223。チームスタイルは当然オーバーロードを使用します。また、今回は新機能である可変フォーメーションを使用し、守備時には442のブロックを作ります。では、それぞれのポジションについて解説していきます。まずはセンターフォワード。ここにはラインブレイカーの選手を起用します。オーバーロードはポゼッションと比べて前線の動き出しが少なく、相手のディフェンスラインが下がりにくい傾向があります。そこでラインブレイカーを起用し、積極的に背後へのアクションを起こさせることで少しでも中盤にスペースを作ることを狙います。続いて両ウィング。今回の戦術ではウィングにドリブルやパスなどで攻撃の違いを作ることは求めません。このポジションで最も重要なのはサイドで幅を取ることそのものです。そしてより重要になるのが守備時のプレーです。今回のアップデートによって選手は攻撃時と守備時でそれぞれのプレースタイルを持つようになりました。ここはまだ研究の余地がある部分ではありますが、ウィングやサイドハーフについては守備のプレースタイルを持っている選手の方が守備時の動きが良いと感じています。そこで今回はウィングにボックス2ボックスの選手を起用します。攻撃時にはウィングとして高い位置で幅を取りながら、守備時にはサイドハーフでボックス2ボックスのプレースタイルを発動させることでより広い範囲をカバーさせます。
次にインサイドハーフ。まず片方は OMF として起用します。ここはプレイスタイルには特にこだわらず、攻撃で違いを作ることができるアタッカーを配置します。守備時にはこの選手はセンターフォワードと並んで2トップに入るため、守備については考える必要はありません。もう片方は CMF でボックス2ボックスの選手を起用します。動きの多いボックス2ボックスを配置することで、攻撃時に様々な場所へ顔を出し、先ほど解説したようなより混沌としたポジショニングを作ることが狙いです。そしてこちらは守備時にはボランチの位置に入るため、攻撃だけでなく守備力も重要になります。続いて2ボランチ。この2人は攻撃時にはボランチとしてプレーしますが、守備時にはそれぞれサイドバックの位置へ入る、いわゆる偽サイドバックです。そのため攻撃時にボランチとしてプレーできるドリブルやパス能力に加えて、守備時にサイドバックとしてプレーできるスピードと守備力も必要になります。ここの攻守のプレースタイルはベーシックで問題ありません。次に3バックの中央。ここにはアンカーの選手をセンターバックとして起用します。そして可変フォーメーションによって守備時にはボランチの位置に入ります。これは中盤の選手を最終ラインへ落とすことで攻撃時に3バックを形成するサリーダ・ラボルピアーナと呼ばれる動きを意識した起用法です。そして攻撃から守備に切り替わったタイミングでボランチの位置に戻るので、その動きがそのまま迎撃のプレスとして機能します。最後に3バックの両端。この2人は攻守においてセンターバックとしてプレーします。オーバーロードは非常にディフェンスラインが高いため、その背後の広大なスペースをカバーできるスピードが重要になります。また、この後詳しく解説しますが、自らボールを運べるドリブル数値があればより理想的です。以上が今回のスカット解説になります。攻撃時には3223でオーバーロードの特徴を最大限に活かしながら、守備時には442へと変化させることで、ハイプレスの強さと守備の安定感を両立させる構造になっています。では続いて、これらの選手を試合の中でどのように動かしていくのか、実際のプレーについて解説していきます。まず解説するのが生態理論です。これは前回の動画でも解説した内容になります。生態理論とは、ボールを持った際に相手に対してへそを向けて立つことで左右どちらにもプレーできる状態を作るという考え方です。逆に相手のプレスを恐れて横を向いてしまうと、プレーできる方向が限定され、相手に狙いを絞られやすくなります。この生態理論は今回のアップデートによって以前ほど強力なプレーではなくなりました。ただ、ボールを保持する上で取り入れるべきプレーであることに変わりはありません。今回の戦術では、このプレーを3バックの両端のセンターバックで行います。ポイントは以前よりも少し相手との距離を取った状態で正対することです。そしてその際に有効になるのが後ろ向きのフィネスドリブルです。相手と正対した状態を維持しながら細かくポジションを調整できるため、相手のプレスに合わせて距離を取り、自分のタイミングで次のプレーへ移ることができます。この生態理論によってまずは相手の最初のプレスを外す。そこから今回のオーバーロードによるボール保持をスタートさせます。
次に解説するのがティキタカとパウサです。最初に解説したように、オーバーロードでは選手同士の距離が非常に近くなり、中盤にはカオスな状況が生まれます。ただ、言い方を変えれば、これはティキタカに適したチームスタイルとも言えます。ここでポイントになるのが2種類の三角形です。まず一つ目が自チームの選手によって作られる三角形です。最初のセクションでオーバーロードを使いこなすためには混沌の中から秩序を見出す必要があると解説しました。そしてサッカーにおける最も基本的な秩序の一つが三角形です。一見すると選手が密集しているだけのカオスな状況でも3人以上の選手がいればそこには必ず三角形が生まれます。その三角形を瞬時に見つけ出し、3人の関係を意識しながらテンポよくパスを交換する。これはまさにティキタカからイメージされるプレーです。ただし、自チームの三角形だけを見ていても簡単には前進できません。今回のアップデートによって相手のプレスやマークも進化しているため、テンポよくパスを回し続けるだけではいずれ相手の守備に捕まります。そこで重要になるのが2つ目の相手のチームの選手によって作られる三角形です。ここで使うのがパウサという考え方です。パウサとはスペイン語で小球種を意味する戦術用語で、ボールを持った選手があえてテンポを落としためを作るプレーを指します。今回意識するのは相手選手によって作られた三角形の中でパウサを行うことです。つまり相手がいないスペースへボールを運んだ時にすぐ次のパスを出すのではなく、あえてそこでプレーのスピードを緩めます。すると相手の選手がボールに引き寄せられ守備陣形が圧縮されます。そしてその動きによって別の場所に新たなスペースが生まれます。テンポよくパスを交換するティキタカとあえてテンポを緩めるパウサ。一見すると正反対のプレーですが、パウサがあるからこそティキタカが生き、ティキタカがあるからこそパウサが生きます。ではこの2種類の三角形を踏まえて実際のプレーを一つ見ていきます。ここでは自チームの選手によって作られるティキタカの三角形を青、相手のチームの選手によって作られるパウサの三角形を赤で表示します。実際のプレー中に何を見てどのように判断しているのかを意識しながら見てみてください。このようにティキタカとパウサを織り交ぜることでオーバーロードの密集した中盤でも安定してボールを保持することができます。ただし、この状況ではティキタカ、この状況ではパウサと全てのプレーに明確な正解を決める必要はありません。プレーを自動化しすぎることは創造性の欠如にもつながります。そもそもオーバーロードは選手が密集するからこそ多くの選択肢が生まれ、一つの局面にいくつもの正解が存在するチームスタイルです。だからこそ中盤でボールを保持するときは自分の感性を信じてプレーすることが重要です。混沌の中から三角形を見つけ、ティキタカとパウサを使い分けながら自分だけの正解を探してみてください。like a Hellcat.
次にフィニッシュの局面について解説していきます。今回はセンターフォワードにラインブレイカーを起用しているため、まず狙いたいのはいつも通りセンターフォワードの裏抜けにスルーパスを合わせる形です。先ほど解説したティキタカとパウサによって相手の守備を揺さぶり、スペースが生まれたタイミングでシンプルにゴールを狙います。Didn't even get to bronze. I said I'm moving too far. Get to bronze. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag. ただし、オーバーロードではラインブレイカーを起用していても自分が狙ったタイミングで裏への動きが生まれないことがあります。そこでもう一つ選択肢として使うのがパス&ゴーです。選手の自発的な動きだけに頼るのではなく、パス&ゴーによって能動的に選手を走らせることで自分のタイミングで相手の背後を狙うことができます。Didn't even get to bronze. I said I'm moving too far. Get to bronze.最後にゲーゲンプレスの局面について解説していきます。ゲーゲンプレスとはボールを失った直後にかけるプレスのことです。オーバーロードは高い位置でボールを奪い返そうとする傾向が強く、ポゼッションと比べてゲーゲンプレスが決まりやすいのが特徴です。そしてゲーゲンプレスによってボールを奪い返した直後は相手の守備陣形が崩れています。そのためこの局面では再びボール保持を安定させるのではなく、そのまま一気にゴールを狙います。このゲーゲンプレスからの速攻もオーバーロードにおける重要な得点源の一つです。
Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. 以上、今回は新チームスタイルオーバーロードについて解説しました。オーバーロードは外側では秩序を保ちながら、内側ではあえて混沌を作り出す非常に面白いチームスタイルです。難易度は高いですが、混沌の中から三角形を見つけ、引き高とパウサーを使い分けることで安定したボール保持が可能になります。そしてフィニッシュではラインブレイカーの裏抜けやパス&ゴーを使い、ボールを失った後はゲーゲンプレスから一気にゴールを狙います。ポゼッションよりも現代サッカーに近いチームスタイルで、今後もまだまだ研究の余地があります。ぜひこれからの動画投稿も楽しみにしていてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。